こんにちは、アンナスです。今日は新しい本、新刊の中から、アンナスの美味しい刺繍カフェ&スイーツっていう本なんですけど、その本の中から、レモンババロアの刺繍をしようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、今日はアンナスの美味しい刺繍カフェ&スイーツっていう新刊の中からレモンの刺繍をしようと思います。まだちょっと本がなくて、本は数日前じゃないと手元に届かないんで、それよりもうちょっと前に取ってしまったので、ちょっとプリントアウトになってしまっているんですけど、その中のページに、レモンのページがあるんですね。で、レモンの刺し方って結構ここにも出てくるんですけど、他のページでも結構こことかね、サンドイッチにちょっとレモン挟んであったりとか、なんかいろんなところ紅茶にレモンがついてたりとか、同じ刺し方なんですけどいっぱい出てくるので、今日はこのレモンの中のこのレモンを刺繍しようと思います。では早速やっていきます。図案の写し方は別の動画でやっているので、そちらをご覧ください。ではまずレモンから刺繍します。これはレモンババロアなんですね。だからこのカップのグラスの中に入っているのはババロアの部分なんですけど、まずはこの刺さっているレモンを刺繍します。最初はここがもうサテンステッチで見えなくなるんで、その面の部分に玉留めの代わりのものを作ります。小さい波縫いを2つ入れてギリギリで留めて1つ前の穴に刺します。これで絡まって止まっているので切ります。で、最初は外側の円ですね。これをアウトラインステッチで刺していきます。右回りでも左回りでもどちらでもいいです。一目作って、でこれがまっすぐなんですけど、こう曲がっているから曲げたい方向にギュッとちょっと押して糸の下に刺します。でまた次ちょっと先に出してギュッと押しながら糸を割らないで、半分ずつ重ねていきます。これを繰り返していきます。で一応3本取りではあるんですけど、あんまり糸の一目があんまり長くなるとカクカクするので、割と細かくやった方がいいです。これで、最後は一番最初に作った一目の外側から針を出してでギュッと押して半分重ねるとこれで丸くなります。で終わらせる時は裏に絡めて2回ぐらいでギリギリで切ります。で次にレモンを思い浮かべていただくと、中になんか白い部分がありますね。これ今外側を最初に刺したんですけど、次は内側を刺していきます。で2回目以降は裏に絡めます。裏に同じところを2回すくうとこれで絡まっているので、最初に作った黄色い外側のアウトラインのギリギリすぐ隣というか、もう隙間を空けないですぐ隣を同じ方向でアウトラインします。なので重ねる方向は揃えてください。今、右に向かってぐるっと時計と反対回りに刺していったんですけど、ギュッと押して糸の下に刺す。同じ作業をすれば向きは揃ってくるんで、逆回りとかすると重ねる向きが変わってしまうので、重ねる向きは揃えます。で、本の方には
下書きのライン通りでなくて良いって書いているんですけど、これちょっと意味がわかんないかもしれないですけど、図案を描くときに外側の線と内側の線だから、アウトライン2列やりますよっていうことでその表現をしてるんですけど、刺繍するときは詰め詰めにまず外側やって、でその後内側のステッチを入れてっていう風にちょっと詰めてやらないといけないんですけど、本当に図案を詰めて描いてしまうと何を描いているのかわからなくなるので、そういう表現になってしまっているんですが、今やっていることですね。やっぱこれちょっと動画で説明しないとなかなか難しいんですけど、なので図案一応書いてありますけど、もしかしたら今の私みたいにちょっとこうずれてくるかもしれないですが、そこはもう気にしなくていいです。一番最初に作った外側の線の次に際のところに内側にアウトラインをもう一個作ってもらって、これでまた裏に絡めます。でその次はまた何色かな、黄色でサテンステッチですね。この果肉の部分をサテンステッチしていきます。で次が2本取りなので、さっきの残り糸1本減らして裏に絡めて、でサテンステッチの場合は真ん中に基準を1本入れて上と下と埋めていきます。なのでちょっとこの出す時と入れる時にアウトラインステッチがあってちょっと刺しづらいというか、アウトラインを刺してしまわないようにアウトラインの下の際のところから針を出して、でアウトラインの下に針を入れるようにして面を埋めていきます。ただこれ上からまたストレートステッチで柄を作っていくので、ちょっと多少ガタガタになってもそんなに目立たないかなって感じはします。上が埋まったから下も埋めていきます。はい、これで裏に絡めてでさっきの白い3本取りのちょっと1本減らして2本取りに変えて裏に絡めます。で、縦と横に斜めにバツと十字型ですね。これでレモンに多分見えるかなと思うんですけど、十字型を作って、であとこう斜めにストレートステッチでこうやって渡すとこれでレモンになります。このレモンが結構今回の本ではたくさん出てくるので、ちょっとサイズによってたまに本数が変わったりはするんですが、基本的にはこの刺し方のレモンがたくさん登場します。でこれが終わったら今度はこのコップの縁を刺繍していきます。コップの縁は3本取りです。次はグラスの形をとっていきます。3本取りでアウトラインステッチ。で後からその中に入ってるババロアの部分を、
サテンステッチで埋めていくんですけど、まずはそのグラスの形を作らないことには先にババロア刺すの結構難しいかなと思うので、まず形をとっていきます。で今ちょっともうレモンがドーンと乗ってしまっているんですけど、これの上にグラスを刺していきます。でないとこれだとただグラスの上にポコって乗ってる状態になるんで、ちょっと下書きの線が消えてしまっているんですが、こんな感じかな。もう想像でいいです。ちょっと心配な方はペンとかでちょっと書き足しても、刺繍糸の上からペンで書き足してもいいと思うんですけど、こうやってだいたいこのバツと十字のこの交差のギリギリぐらいにコップが来るといいですね。これでここももうちょっと下書きの線が消えているんですけど、こういう線を作ってください。ちょっと心配な方はチャコペンで書いてもらって、でアウトラインの角はちょっと今飛ばしてしまったんですけど、こういう角が来るたびに一旦1個ずつ一回止めてください。止めて、でまた改めて作る。なんかこれもここまで角まで来たらまた一旦終わらせて、また改めてアウトラインをするみたいな感じでやっていくと、角がきれいにできます。これ続きでやるとここが丸く曲線になってしまうので、尖らせる角をしっかり出す場合は一旦1個ずつ止めてください。はい、では中身ババロアの部分を作っていきます。一番下の層がババロアなんですね。でこの次の層とこの上の面の部分が、レモンのソースみたいなイメージなんですけど、なんか私のイメージなのでちょっと皆さんアレンジしていただいて大丈夫です。これでまず縦にサテンステッチをそのババロアの部分を入れていきます。はい、では下の部分ができたので次の層ですね。レモンの層をやっていきます。これも縦にサテンステッチでずっと埋めていきます。では次はちょっと斜めにします。これで一つの表面なんですけど、今コップが邪魔してっていうか手前にあって説明が難しいですね。この斜めでやっていくんですけど、これでまずこの下のこのスペースをこの斜めで埋めていきます。でそれが終わったら、これ一つの面なので同じ傾きでサテンステッチしないと、向きを変えると同じに見えなくなるんで、そこだけちょっと気をつけながら、まずこの下のパーツを埋めます。はい、ここの面の向きが揃ってますね。ここが結構大事です。では次はスプーンに行きます。スプーンは2本取りで、まず斜めに1本入れます。でまず丸い部分を刺していって、終わったら柄の部分、持ち手の部分もこの斜めを保ちながらずっと下まで刺していきます。ちょっと刺しにくいのでこうがいいですね。外から内側に
針を出し入れすると、この内側から出すとこう最初に刺したステッチのなんかこう間から出てきそうな感じがするので、外から針を出して手が上にいる時に内側を、サテンステッチとか、ステッチの隣り合う部分のところに刺すようにするとちょっとやりやすいかなと思います。これでもうパーツ切ってもいいと思います。続きでやってたんですけど、本の方では続きでやってたんですけど、なんか今ちょっとブチ切れてしまいました。スプーンの丸い部分の延長線上にこの持ち手がこう来るといいですね。ちょっと糸が少なくなったので新しい糸を出します。こんな感じでやってください。はい、スプーンができたので今度はこのコースターみたいな部分をやります。ここちょっとあるのはもうストレートステッチでいいです。でその後3本取りでアウトラインステッチです。もう重ねる方向はどちらでもいいです。好きな方向に重ねてもらって、で角まで来たら一旦終わらせて改めてもうこの角もアウトラインにしなくてもストレートでいいですね。長さが短い時は無理してアウトライン分けて刺さなくて大丈夫です。はい、これでできたので裏に絡めて終わらせます。これでお水をつけてちょっと残ってるんで図案を消していきます。このグラスの色を本当は本だと水色なんですけど、ちょっとうっかりしていてブルーで刺してしまいました。この色ですね。この色でした。皆さんは同じようにする場合は水色で刺してください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。